皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは温泉です。温泉は年中いつでも入れるんですけど、やっぱり秋とか冬とか寒い季節になると、温泉の季節だなっていう感じが私はします。なので今回は日本の温泉の歴史文化、あとおすすめの温泉地についてお話ししていきます。温泉があまりない国に住んでいる方、温泉に馴染みのない方だと、温泉って何ってなるかもしれないですけど、温泉っていうのは火山活動が盛んな地域、場所、国において何万年も前から自然に湧き出しているものとされています。日本は火山がたくさんある国です。なので、全国本当にどこにでも温泉はあります。日本には約3000カ所以上の温泉地が存在するとされています。温泉っていう言葉自体は自然に湧き出る熱い水のことを指していて、そのお水には豊富なミネラルが含まれています。健康とか美容にいい効果があると言われています。その効果っていうのは疲れを取る疲労回復だったり、あとは病気を治す皮膚の病気だったり関節痛に効くとされています。こんな感じで温泉はただの熱い水、お湯ってだけじゃなくて、体にいいものがたくさん含まれているお水になります。日本には温泉がたくさんあると言ったんですけど、日本人はいつから温泉を利用し始めたかですが、それは古代まで遡ります。正確にはいつ頃からとかはっきり分かっているものではないんですけど、1300年ほど前の奈良時代という時代にはすでに温泉があって日本人は利用していたとされています。その頃の温泉っていうのは病気を治すための場所でした。なので観光地とかそういった場所ではなく、この病気を治すための、場所として温泉が使われていて、約400年ほど前まではずっとその病気を治す場所、病院みたいなそんな感じで使われていました。その後江戸時代と言われる時代になってから、病気じゃなくてもみんなにその温泉の文化が広がっていって、気軽にみんなが集まる場所として利用され始めました。江戸時代の後にもずっとその病気を治す場所としては利用されていたんですけど、病気じゃなくても行ってみんなで集まっておしゃべりしたりとか、そういった場所という風に使われ始めました。今は温泉というと気分転換に行くところ、日頃の疲れを癒す場所みたいな認識がある気がします。温泉がある町に住んでいる方は、温泉イコール毎日入るお風呂とかっていう感覚の方もいるかもしれません。そして温泉旅行という言葉があるんですけど、今ではその観光地になっていて、温泉を目的として旅行に行く方もたくさんいます。私も温泉が好きなので、1年に1回ぐらいは温泉旅行に行っている気がします。近所の温泉に行くこともあるんですけど、遠くの温泉地、有名な温泉に行って日頃の疲れを癒したりリラックスしたり、そんな感じで、温泉旅行に行くのもとても好きです。温泉は日本だけじゃなくて世界中にもあると思います。ヨーロッパとかにもたくさんあると思うんですけど、そういったとこと違うものがあるとすれば温泉の入り方だと思います。
海外の温泉だと水着を着て何か、服を着て入る温泉が多いかもしれませんが、日本の温泉はほぼ 100% ぐらい、違うとこもあるかもしれないんですけど、ほとんどが服を脱いで入ります。皆さんが、お風呂に入るとき、シャワーをするときと一緒です。なのでそれに慣れていない方、他のね、いろんな人がいる中で自分もそうやってお風呂に入るっていうのに慣れていない方だと、ちょっと恥ずかしかったり、何かそういうのは絶対に嫌っていう方もいるかもしれないですね。そういった方はお部屋に露天風呂がついている旅館とかホテルに泊まったら、皆さんだけのプライベート空間の温泉があるので、そういったとこに泊まってみるとか、あとはプライベートの、もう完全にプライベートの広い温泉を予約すると、本当に誰もいない皆さんだけの温泉を楽しむことができるので、もちろんお値段は高いんですけど、そういったとこに、一回行ってみるっていうのもありかなと思います。日本で温泉を体験してみたいという人はぜひ一回行ってみてほしいなって思います。そして温泉は、建物の中にある、室内にあるものもあるんですけど、外にある温泉もたくさんあります。それを露天風呂と言います。私はやっぱり露天風呂が好きです。景色のいいなんか田舎とか海辺、ビーチとか海がある、その海の景色が見られる温泉とか、自然の中にあって雪の景色とか紅葉とか、そういったものが見られる温泉もあるので、そういったとこにぜひ行ってみてほしいなって思います。雪が積もっている時の温泉が私は特に好きで、もう本当に最高です。雪景色を見ながら、外はめっちゃ寒いんですけど、温かいお湯に浸かってなんか癒されてっていうのがおすすめです。温泉に浸かりながら、サンセットを見たり、あとは日の出、冬だと朝の6時半とか、早かったら6時ぐらいに行けば、日の出を見ながら温泉に入ることもできるので、それをするともう本当に今日も一日頑張るぞとか、もう今日はこれ見れたからいい日やみたいな感じで一日を始めることができます。これは完全に私の個人の感想なんですけど、それも本当におすすめなので、朝日見ながら入る温泉っていうのを一回皆さんにもやってみてほしいなって思います。じゃあ、温泉って日本にたくさんあるって言ったけど、どの温泉に行けばいいのって思った方いるかもしれないんですけど、有名な温泉地を5つご紹介します。まず、日本に昔からある歴史のある温泉がいくつもあるんですけど、その中でも有名なのが有馬温泉という温泉。これは兵庫県にあります。兵庫県は神戸市とかがある県です。大阪とか京都から近いです。次は道後温泉という温泉があって、これは愛媛県と呼ばれるところにあります。愛媛県は四国地方にあって、四国はちょっと他の場所から離れているんですけど、そうですね、いろんな都市から行くにもちょっと遠いです。あと白浜温泉というのがあります。白浜温泉は和歌山県にあって、大阪からそうですね2時間ぐらいかかると思います。そのぐらいちょっと離れているところです。この3つは、昔からあるとても歴史が長い温泉です。そして次に、これは多分一番有名かもしれないんですけど、草津温泉という温泉が群馬県にあります。これはめっちゃ有名だし、テレビとかでもなんか動画とか YouTube とかでも見たことある方もいるかもしれません。これは、東京からそんなに近くはないですけど、東京からが一番行きやすいかなと思います。そして最後に、東京から近くて行きやすい温泉として箱根温泉というのがあります。箱根温泉は多分東京とかその辺に住んでいる方が一番行きやすいかはちょっと私行ったことないのであんまりわからないんですけど、
比較的東京都市に近い温泉です。なので例えば皆さんが東京に旅行に行く、1週間東京に行くってなったら、そのうちの1日とか2日使ってこういった温泉旅行をしてみるのもありだと思います。特に冬、これからの季節は温泉旅行めちゃめちゃおすすめです。最後に注意点があって、それは日本の温泉は体にタトゥーが入っている方は入れないという場所が今でもたくさんあります。体にタトゥー、日本語だと入れ墨っていう場合もあるんですけど、これが入っているとなんでダメなんですか？って思いませんか？私は小さい頃ずっとなんであかんのって思ってました。なんでタトゥーが入っていると温泉に入れないかというと、昔日本には何か罪を犯したら、悪いことをしたらタトゥーを体に入れるっていう刑がありました。今だと罰金とかありますよね。何か犯罪を犯したら、悪いことをしたらお金を払わないといけないとかっていうのがあると思うんですけど、そんな感じで体にタトゥーを入れるっていうのがありました。なので今でも日本人の中ではタトゥーイコール悪い人みたいな、何か悪いことをしている人っていうイメージがずっとあります。なので特に60代とか50代以上の方は今の若い人よりもタトゥーは絶対ダメみたいな、タトゥーが入ってる人はダメとか、もうそんなんあかんかんっていう人が多分まだまだたくさんいると思います。なので肌を見せる温泉だったりプールとかそういったところではタトゥーが入っている人は温泉に入れませんっていうルールがあります。これはその法律があったり法律で禁止されているわけではないので、各それぞれの温泉施設が決めていることです。なのでもちろんタトゥーがあっても入れる温泉もあります。なのでタトゥー入ってるけどでも日本で温泉行ってみたいなっていう人は、事前になんかメールしてみたりして確認したり、ウェブサイトチェックしてみたりするのが一番いいかなと思います。あとは先ほども言ったちょっと高級ですけど露天風呂がついているホテルとか旅館に泊まると完全プライベートなのでタトゥーが入っているとかは関係ないと思います。そしてそのプライベートな温泉を予約して行ってみるといいと思います。そういったところは別に誰かにね、他の人と一緒に温泉に入るわけじゃないのでタトゥーダメっていうのはほとんどないと思います。あとこれはめっちゃ余談ですけど、猿とかなんか動物カピバラとかが温泉に使っている動画とか写真見たことありますか？これは誰かが合成したとかじゃなくて本当に冬に日本で見られる光景です。何それって思う方もいるかもしれないし、めっちゃ可愛いって思う方もいるかもしれないんですけど、こんな感じでなんか日本の文化でもあるし、動物たちも温泉に入って癒されてるよみたいな、なんかこういう可愛い瞬間が見られる可能性もあります。あとテルマエロマエっていう漫画とかアニメにもなってるし、実写化された映画にもなってるんですけど、これ皆さんご存知ですか？日本のネットリックスだと映画もアニメも多分あると思います。このテルマエロマエっていう漫画は古代ローマ、昔のローマ帝国時代の、人が日本に来て日本の温泉文化になんか衝撃を受けてローマに戻ってタイムスリップして、そしてなんか日本の温泉文化をローマ時代に反映させていく、取り入れていく、そして街を発展させていくみたいな、めちゃめちゃコメディの漫画なんですけど、これは日本の温泉文化も面白く知ることもできるし学ぶこともできるので、アニメとか映画興味があったらぜひ一回見てみてほしいです。めっちゃコメディなので面白く見れるかなと思います。これ私もめちゃめちゃ好きでおすすめなので、もし時間があったら見てみてください。今回は日本の温泉についてお話ししました。日本人にとって温泉とかお風呂っていうのは結構一日の中でも大事なもの、自分の
癒しの時間っていう方が多くて、そのお風呂に浸かる、温泉に浸かって癒されるみたいなのをとっても大事にしている方が多いかなと思います。私も夜温泉じゃないな、お風呂に浸かる時間、一人の時間、この癒される時間っていうのがとっても大事だし、これがめちゃめちゃ必要な、タイプの人なんですけど、まあなんか温泉って昔からあるし、日本人にとってもとっても大事なものだし、日本の文化とか地域の発展にも、大事なもの、観光地にもなっているんで、そういった日本の発展にもつながっている、とっても大事な、ユニークかは分かんないんですけど、そういったものかなと思います。これから日本は冬になって温泉の季節という感じなので、日本にいる方、日本にこれから来る方はぜひ一度温泉にも行ってみてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。